そう、それこそ私は、ずっと歌い手として有名になりたいっていうのが、有名になっていつか大きなステージでライブしたいみたいな、アートっていう名前で活動するんだっていうのが、小6ぐらいからはそうだったんですけど、もっと前の時は、もう私本当にもう、なんて言ったらいいんだ。もう本当にもう、ガチモンのプリンセスだったんですよ。ガチモンのプリンセスって何ガチモンのプリン、なんて言ったらいいのどこの国違う違う。どこの国とかない。なんだったらいい。でも本当に、もう見た目も心も、もう本当に私はプリンセスだったんですよ。いつか、本当にもう白馬の王子と結婚して城に住むっていうのが夢だったんですよ。この日本で。ね、もう、日本の城って言ったらいろいろありますけど、あんたが夢見てる城とは全然違うぞっていう感じなんですけど。そのね、もう、だからシンデレラ城みたいなお城に王子と住むっていうのが、本当にもう夢で。でも、本当にもう心も、でもただ思うんじゃなくて、もう実際にもう自分はプリンセスとしてなりきっていったとかのレベルじゃない。もう本当にプリンセスとして生きてたんですよ。大げさじゃないんですよ。もうね、もうよく覚えてるんですけど、私はもうまず、もうね、毎朝っていうかもう、毎日私は、毎晩夜寝るときにカーラをつけて巻いて、これでも、もうあれしても4、5歳とかの時ですよ。4、5歳で、カーラつけて、巻いて寝て、で、朝起きた時に髪の毛がもうくるくるくるってなってるんですよ。もう毎日髪の毛くるくるにしていたっていうのと、あとは、もう毎日、リボンとかレースとかストーンがついたカチューシャを、毎日どれにしようかな今日はって言って選んで毎日つけてたっていうのと、で、あとはもうこれ毎日着る服はもうレースがついたピンク色のスカートのもうちょっとドレッシーな服っていうもうすごっていう感じのもうプリンセス、お嬢様ではもうありプリンセスだったんですよ。全然、何ですかもう大豪邸に住んでたとかでもなく、もう気持ちも内面も私はもう可愛い女の子の領域を超えてもキラキラキラみたいな、もう、絵に描いたような、本当に、何ですかもうプリンセスみたいな、姫みたいな子供だったんですよ。もうありえないでしょ今のアドからしたら。ね、あんなうっせえって言ってんのによっていう。もう真逆ですよ。本当にもう、真逆で、もう好きな色はピンクみたいな。感じで。で、これでさらにすごい、今でもすごいなって思うのが、所作とかも、何ですか、身振り手振りとか、日頃の、何ですか、生活の動きとか、身振り手振りとか所作とかも、プリンセスだったんですよ。それが何か。なんかわかんないけど、ディズニープリンセスが好きだから、ディズニープリンセスの作品は見てたんですけど、そのディズニープリンセスの絵本に続いて、なんかディズニープリンセスの子供向けの、そのチャオとかリボンとかよりもっと年齢層が、リボンが結構年齢層高いか、そのチャオとかよりもっと年齢層が、を低めにした子供向け雑誌みたいなのがあったのかな。で、そこでなんか、プリンセス特集ではないかな。でも本当になんか、プリンセス雑誌みたいなのがあって、ディズニープリンセスのいろいろが書かれてる中、プリンセスはこういう仕草をするの、みたいなコーナーがあって、そんなことがって思うんですけど、で、そういうコーナーがあって、で、そういう本を読んでたっていうのはよく覚えてるんですよ。で、何が書いてあったかっていうと、なんかもう、食べ終わった時は、美味しかったって、はい、美味しかったって言って、ナイフとフォークをぐちゃぐちゃにして、食べ残すとかやらないっていう。プリンセスは、ごちそうさま、美味しくいただきましたって言って、もうナイフもフォークも揃える。食べ残しはしない。もう姿勢もピンとさせるっていうのが書いてあったりとか、あと言葉遣いとかもう何ですか、もうご機嫌ようとかを言うとか、あとはもう、プリンセスはこうやって手を振りますとか、
もう、すごっみたいな。てか正直、今の大人でも割と使えるんじゃないかみたいな、もう綺麗な所作みたいなのがね、私の記憶の中ではね、結構、少なくともでも、そういうことが書かれてたんですよ。で、私は毎日それを熟読し、5歳、4歳ぐらいの私はそれを熟読し、もう、フリフリを着たまま熟読し、もう超身につけてたんですよ。ごきげんようとか、もう食べた後は綺麗にとか、そういうなんか、下品なことはしないみたいな、ね、もう一人で勝手に綺麗にね、育っていたんですけど、そんなプリンセスなアドちゃんは、ある日何を思ったのか、もう身も心もプリンセスだから、なんか、何を思ったのかわかんないけど、4、5歳ぐらいの時って結構私も着てたんですけど、そのプリキュアのコスチュームとかって買ってもらって着たりするじゃないですか。私もね、キュアドリームのね、コスプレみたいなのしてたんですけど、なんかそういうコスチューム的なノリでディズニープリンセスのドレスとかも販売されてってか、今も販売されてると思うんですよ。ディズニーストアのなんかところとかでジャスミンの服とか、ベルのドレスとか、オーロラ姫のピンクのドレスとか、それこそ私はオーロラ姫のピンクのドレスが好きで、よくお家で着てたんですけど、私は何を思ったのか、あ、オーロラ姫のドレスを着て、私はプリンセスだから、外でブランコを漕ぎたいと思ったんですよ。ブランコを漕ぎたい。だから、私は花園、プリンセス特有の花園でブランコを漕ぐ、あれがあるじゃないですか、もうプリンセス特有の優雅な。あれを私もやりたいって思ったから、何を思ったのか、その時住んでた家から徒歩30秒ぐらいの、全然普通の公園に駆け出して、私は親を片手に引き連れて、結構な近所の人が見てる中、私はドレスを着て、ブランコを漕ぎ出したんですよ。一見可愛いでしょ。でもね、ちょっと覚えてる。めちゃくちゃ母親が猫背になりながら顔隠してたことをすごい覚えてます。外では普段着てなかったんですよ。でも何を思ったのか、やっぱプリンセスと言ったら優雅と言ったらブランコよし行くぞって言って、もう駆け出してしまったから、もう親はもう母親もちょっともううちのマミーは、ちょっともう、あとちゃん帰らないみたいな。こんにちはみたいな感じで近所の人に泣く泣くと挨拶をしながら、もう早く帰りたい、恥ずかしいよみたいな感じで、あたふたしながら、私はブランコを漕いでて、そんなことをつゆ知らず私はブランコを漕いだりしてて、もう、私はオーロラ姫だぞ。私はアド姫だぞと言って、もう見せびらかしていたんですよ。でそんな日をね、もう毎日のようにね、4、5歳ぐらいの時はね、もう続けてて。もう今思うとね、本当にもうね、ママごめんって言いたい。もう本当にもう、ママ大変だったよねっていう、きっともうたくさんの苦労をかけたんだろうなっていうね。なんか、申し訳ないと思いつつでも楽しかったなっていう思い出がね、あるんですけど。またそんな、ある日、私は、引っ越しまして、引っ越して、それこそ、前回じゃないか、前々回ぐらいの時に話したエアコンの水で、うちにキノコが生えたぜっていう、その家に引っ越した時があったんですけど、その家がアパートで、なんかアパートの近くになんか習い事場みたいなのがあったのから、何の習い事だったのかわかんなかったんですけど、なんかそこが近くにあって、で、その習い事場みたいなところに、私と同年代からちょっと年上ぐらいの子供たちが結構ちらほらと、通うような、そんな環境になってたんですよ。私はそこには通ってなかったんですけど、アパートから出て一人で、なんか、前からずピンクのフリフリのまま、一人でふらーっと遊んでたんですけど、その子たちが習い事が終わったのか、なんか私が一人で遊んでる時に、ある日、話しかけられて、やっぱ何ですか、子供特有のフランクさ、なんか、も
もうその日遊んだら友達だぜみたいな感じで、私も友達できるのかもって思って、嬉しいなって思ってたら、なんか、もちろんフランクな感じで、なんですかね、結構絡んではくれたんですけど、その、何人、3、4人割と結構、1対、割と大人数、みたいな、なんですか。そういう、なんて言ったらいいの新人、だからその場の新人と、習い事クラスの人たちみたいな感じになって、なんか、わたわたしてたんですけど、その時にその習い事の、なんて言ったらいいんだろう、その子たちに、なんか、遊んではいたんですけど、割とちょくちょく、なんでそんななんか、くるくるしてんのみたいな。なんでそんななんかフリフリ着てるの毎日みたいな。今日もスカートじゃんみたいな風にね。ちょっとね、子供の特有のね、無邪気な感じで聞くみたいなね、感じがあったんですよ。でも私からしたら、その時の私からしたら、そうだよ。なんでっていう。だから私からしたら、普通のことなんですよ。別に、毎日くるくるだし、毎日、ピンクのスカート着てるし、で、前は言われたりしなかったんですよ。そんなドレス着てブランコを漕いでても何も言われなかったんですよ。基本的には何も言われなかったから結構自分の中でびっくりして、全然普通だけどねっていう、そんな、なんか、物珍しいのかなって思って。実際に珍しい子供だったと思うんですけど、物珍しい感じで聞かれるようになったんですけど、でも、何ですかね、その時は、あんまり近所に友達もいなかったので、その子たちと毎日遊ぶようになったんですけど、やっぱりでも毎日、今日もくるくるじゃんとか今日もスカート履いてる。なんか今日もフリフリだねみたいな。またなんかお姫様みたいな格好してるみたいな。やっぱ毎日聞かれるんですよ。で、毎日聞かれても、毎日こうだよ。としかはね、私の中では、毎日、なんか言われたって私の中ではこれなんだよっていうのがね、あったんですよ。お姫様みたいっていうか、私お姫様だしなっていう。みたいじゃないの。私の中で姫なの。私はっていう。そういう感じだったんですよ。なんでって。なんで来たらいいじゃんみたいな提案もなんかしたりしたんですけど、なんかそれでも、なんかでもさ、なんか、フリフリじゃんみたいな、フリフリじゃんみたいな感じで言われて、なんだかなって思ってたんですよ。でも結局友達がいないからその子たちと遊んで、その子たちと毎日遊んで、今日もきつかった来てるね。なんでかな私の中ではこれだけどねって折り込みがどんどんされてって。でも友達がいないから遊んで、今日もフリフリだね。その辺かな。友達がいない。遊んで、あれ私って変なのかなって。で、ある日突然気づいてしまいました。私は、なんか、私やっぱ変なのかもしれないって。やっぱあれですよ。日々は積み重ね、ミルフィーユということで、やっぱチリツモなんですよ。ちょっとの疑問ってやっぱ意外と毎日言われると、私って変なのかもしれないっていう、ちょいネガが入ってくるわけですよ。もう私って変なのかなっていう。その時社会を知りましたよね、私は。やばい。世間とは違うのかもしれないという。一般論とは違うみたいな。そういえば周りの子たちも、なんか、確かに、普通っていうやつなのかもしれないと思って。その時ちょっとね。私って変なのかもしれないと。私って、プリンセスじゃなくて、一般人なのかもしれないと。庶民なのかもしれないと思って。私はその時なんか気づいてしまったんです。もうそれでもなお、貫いて、全然フリフリのスカートを履き、今日も京都でリボンのカチューシャを着、もうピンク娘として、その子たちの前に降り立ったんですけど、今日もフリフリじゃん変わらなかった。彼女たちの意見は変わらなかった。なんならたまにはスカートめくりみたいな女の子なんですけど、スカートめくりとかもされたりした。私が一番年下の新人だから。ちょっとそういうお遊びみたいなおちゃらけなんですかなんて言ったらいいんだ。茶化されたりもした。ついに私の中で何かが変わってしまうような気がしたとかも、なんかが
なんか、やっぱ積み重ねで、なんか私の中で、決断が、その時、ある日、下ってしまい。ママ私ズボン履く言い出しました。そして、もうカチューシャつけないね、私も、パンプス履かない私、シューソク履くそうやって言い出しました。かわいそうかわいそうですちょっとかわいそうそっからね、マミーも、いいじゃん、履いてきなよみたいな。いいじゃん、スカート履いてきなよやだからかわれるからちょっと怒りました。泣かなかった。その時は泣かなかった。やだ、私スカート履かないデニム履くも慣れない単語だからちょっと詰まったりして。デニム履くもうピンク好きって言わない水色好きっていう、さほど変わらんっていう、そんな。水色もピンクも変わらん。まあでも、なんか水色の方がちょっとスポーティーっていうか、俊足も吐き出しました。もう、髪型もあんなくるくるだったのをやめて、ポニーテールの一本結びになりました。デニムも履いて、T シャツも着ました。そしてその、収束も履いてね。で、そしてその、収束が水色だった。そしてその水色、ちょっと水色女になり、もうピンク娘から脱却し、その姿で、その子たちの前に降り立ちました。私は。みんなが、もうあなたたちが望む姿として、私はその子たちの前に降り立ちました。どうだこれが見たかったんだろうと、私はちょっとツンとした態度で、おはよう。今日の私はこうだよ。みたいな。ちょっとツンとした態度で。どう今日はズボン履いてるよ。ピンクだった子が、ピンクでくるくるでフリフリだった子が、今日はズボン履いてきたよ。靴見て、俊足って言って、その子たちの前に降り立ちました。その子たちは、今日スカートじゃないじゃん。なんだなんか、そうなんだ。ちょっとつまんなそうにしてました。はぁどうだお前たちの望んだ姿になってやったぞと。私はそこで、ちょっと偉くなったような気がしました。ね、なんかね、ちょっとかわいそうだけど、ちょっと言ったらかわいそうだけど、まあでもね、あの時ね、ちょっとからかわれた、からかわれたのもね、今はいい思い出であり、その時はね、なんでこの本当は思ったけど、まあね、あの時私がズボンを履いて、水色を好きって言ってくれたおかげで、しかもなんか、ズボン履いて、水色を身にまとってるうちに、本当に好きになったしね。本当に好きになって、全然パンツスタイルが、それから私が小学生、中学生、高校生、今になって、そこから私のパンツスタイルがね、生まれるようになりましたし、水色が好きという人間で、今になって、こうなりましたし。だからね、あの時ね、私が、からかわれてもずっと、なんですかね、いい意味でピンクのフリフリ女を貫いていたら、きっと多分ね、うっせぇわなんてね、歌ってなかったと思う。多分ね、うっせぇじゃなくて、うるさくてもいいのよ。みんなで楽しくやっていきましょう。あら、賑やかでいいわって言ってる。そういう人間だっていた。私はそういう人間だっていた。うるさいですって。全然うるさくないわよ。もっと騒いでいきましょう。あら、ティータイムの時間って言ってる。おこっちゃの時間だわ。今日はローズヒップティーって言っている。もう陰キャとかじゃない。もうそういう領域じゃない。もう、よかったよ。逆によかったよ。危なそれがそれが。どうですかそういう後でいいですか私は割と危ないと思ってるよ。オールナイトニッポンやってないよ。朝のラジオ出てるよ。もしかしたら。もっと。ごきげんよう。今日も朝のラジオよ。今日のお召し物は、フリフリのオートクチュールのスカートなど、みたいな。違う全然想像できないな。ちょっと嫌かもしんない。今のことを考えたら。だからそういう世界線もあったかもしれないけど、でもね、別にね、そういう世界線の後でも面白いと思うし、別にね、
なんて言ったらいいんだ。まあでも全然、まあ、なんて言ったらいいんだ。そのままでもいいし、別に変わったら変わったってもね、今状態がいいっていう感じのようにね、変わったら変わったってそれでもいいですしね。まあ、私に限らず、なんか皆さんもそういった経験が、なんかあったぜ、みたいな。俺もなんかこういうの好きって言ったらちょっとからかわれたことあったぜ、みたいな、ね、人もね、いるかもしれないですけど。まあ、その時のきっかけでね、やっぱり、私のそれもね、きっかけだったから、結局は。だから結局それで良かったなって思いますし。でもね、皆さんのね、今の好き。まあ今じゃなくてもなんか過去になんかこれが好きだったよっていうものがあったら、なんかその皆さんの好きをこれからもね、なんか大切にしてほしいなって、ピンクのフリフリ娘だった女が、ちょっとね、改めて肯定したいというか、なんか皆さんもね、自分の好きがあったらこれからも貫きつつ、でも変わったら変わったでそれも大切にしつつ、なんか、なんですか。みんなで好きを紡いでこうぜって、私は言いたいって思います。